皆さんおはようございます。メタンですわ。お久しぶりですわね。しばらく待たせてしまってごめんなさい。それでは今回も前回の場所から配送をしていきます。さて今回は見ての通りオネコン配送をやりますわ。いいかしら。なぜここにオネコンがという野暮な質問はなしね。月までの距離である38万4400キロ走破の実績解除を契機に主人がオネコンで運んでみたかっただけなの。トラックもしばらく乗ってきたいすゞギガから乗り換えとなりましたわ。それがこの初登場の UD クオンよ。この UD クオンは主人がずっと乗りたかったトラックなので楽しみね。またマップについてもアップデートで追加された新規エリアを走っていきます。それでは早速乗りましょう。それではいつものように車内の点検をしていきましょう。今回は特別に助手席のお供に星町水星さんにお越しいただきましたわ。では計器類の点検をします。インパネの表示を切り返して確認していきます。エンジン水温は問題なし、燃料も十分ありますわね。トラックの周囲も特に異常ないですわね。それでは配送ルートの確認をしていきましょう。まずはアインエルイベルを西に向けて出発していきます。ルイではビューポイントに立ち寄ってから北上。その後はエル・イドリシアやエル・ゲリドを通過。アル・モスランでビューポイントによって目的地へ向かいます。ルートは以上よ。特に迷う道ではないわね。それでは出発していきましょう。そうそう、今日運ぶお荷物の紹介がまだだったわね。とは言っても使用済みの梱包材しか今回はお仕事がありませんでしたの。まあオネコンにふさわしいお仕事でないけどカラパレットよりはマシと思うしかないわね。200メートル先左です。左です。オネコンのお話をしたら前方にも同じオネコンがいましたわね。あのオネコンは一体何を運んでいるのかしらね。さて皆さんは今年の夏はいかがお過ごしですか。今年は特に連日猛暑で熱中症になりそうな気温が続いてますわね。だからなのかきっと暑くなる前に朝早くからこんな場所で作業をしているのね。そしてこのお二人は仕事の打ち合わせをしているのかしらね。こちらは露天商ね。野菜や果物を買いに早速おばさんがいるわね。さてそろそろ車列が前に進んでもいい頃なのに何かおかしいわね。今ね前を見てきたら交差点付近で車両トラブルがあったようなの。さっさと脇から追い越していきましょう。
いから注意よ。私が見てってよかったわ。これで先に進めるわね。200メートル先、右です。右です。では気を取り直して出発進行。次はドゥイという町よ。ここはオアシスから発展した場所のようね。それではいつものように目的地へ向かうまでの間、動画で決めたテーマについて私がお話をしていきますわね。それで今回この動画で取り上げるテーマは砂漠とオアシスよ。この配送を見ながら軽くでもいいので聞いてくださいね。さて、皆さんは世界最大の砂漠がどこかはご存知かしら？答えはサハラ砂漠ではなくて南極なのよ。砂漠の定義は年間降雨量が 250mm 以下の地域、または降雨量よりも蒸発量が多い地域。その定義に当てはめると、一番大きな砂漠は南極、次は北極、3番目がサハラ砂漠なのよ。皆さんがご存知の通り、サハラ砂漠は世界最大の砂砂漠に該当するわ。砂漠というとサハラのような砂砂漠をイメージすることが多いけど、実は砂漠全体の 20% にも満たないの。実は砂漠と一口に言っても砂がない砂漠もあって、他に岩石砂漠、礫砂漠、土砂漠があって、世界中の砂漠のほとんどが岩石が露出した砂漠なのよ。そんな広大なサハラ砂漠もかつて約5000年前までは緑に覆われていたことが分かっているの。さらに驚くべきことに世界最大級の湖まであったそうよ。それについてはいくつかの証拠がサハラ砂漠から見つかっているの。その証拠が昔の人が象やキリン、カバ、ワニなど動物を刻んだペトログリフの発見よ。それも1箇所だけでなく広範囲で発見されたこと、また彫刻の刻まれた時期が新石器時代と判明しているの。またこの頃の地層は太古になるほど砂塵の量が少なく、また砂漠に生えていない植物の花粉が多く含まれていたのよ。まだ木々が生い茂っていたこの時代、約1万4000年前から5000年前をアフリカ湿潤期と呼ばれているわ。また最近の研究で深さ最大160メートル、面積35万平方キロメートルの巨大な湖があったそうよ。これは例えると現在世界最大の湖であるカスピ海とほぼ同じ大きさよ。その証拠になんとアフリカ中部のテレネ砂漠からワニやカバ、ナイルパーチのような巨大な魚の残骸が見つかったのよ。200メートル先、右です。その他にも釣り針、狩猟道具、魚の骨の残骸など古代の人が生活していた痕跡も見つかったのよ。右です。最初のビューポイントに到着ね。では見ていきましょう。
かがでしたか？大自然が作ったオアシスって素晴らしいですね。では出発していきましょう。200メートル先、右です。右です。さて、こうして見ると当然、今はどうしてアフリカは砂漠なのと思うわよね。実は現在、地表面の約4分の1が砂漠となっていて、毎年約600万ヘクタールの割合で砂漠化が進行していると言われているの。ではメタンは次の L ミドリシアを通過するまで休憩に入るわね。次の解説まで喉を潤しておきますわ。200メートル先、右です。
漠の成り立ちについて解説していきます。砂漠化の原因として気候的要因と人為的要因の2つがあるわ。まず気候的要因とは地球的規模での気候変動、干ばつ、乾燥化などが原因よ。砂漠というのは単純に乾燥してできるのではなく、気候によって生じる現象では主なのは4つね。まずは亜熱帯砂漠、サハラ砂漠、アラビア砂漠、オーストラリア砂漠の3つがあるわ。一年中高気圧が停滞して、そのため雨がほとんど降らないのが特徴ね。次は冷涼海岸砂漠。この砂漠の代表例はアタカマ砂漠、ナミブ砂漠の2つがあるわ。この砂漠ができる要因は沖合を流れる寒流が関係しているの。この寒流の影響で海岸の地表近くが冷たい空気に覆われて上昇気流が発生しない。つまり雨が降らなくなって砂漠化するの。こういう海が近い砂漠というのは空気が湿っている影響で霧ができることもあるそうよ。続いては大陸内部砂漠よ。代表例はサハラ砂漠、オーストラリア砂漠、トリキスタン砂漠、タクラマカン砂漠の4つ。内陸は気候的にもともと雨雲が届きにくいので、サハラのように複数の要因が影響、砂漠化が加速するの。最後はアメカデ砂漠、パタゴニア砂漠、アタカマ砂漠、タクラマカン砂漠、コロラド砂漠の4つがあるわ。砂漠化の原因2つ目、人為的要因。これはざっくり言うと、農地の拡大、家畜の過放牧、都市の拡大、インフラ開発、鉱山開発などの持続不可能な土地管理が主な要因よ。ついつい日差しが強く照りつけていることに気づくのが遅れましたわ。車内のクーラーをフル稼働させてもこの暑さに全く追いつかないって、これってもう本当にやばいわね。日差しや暑さ対策を少しはやっていたつもりだったのに。こうなる前に日焼け止めはもちろん紫外線対策は必須よね。対策として
またガードしにくい首や顔の日焼け予防と合わせ、髪も肌と同じようにしっかりとした紫外線ケアが必要よ。日焼け止めも一度塗るだけで1日中効果が持続するわけではなく、こまめな塗り直しをして紫外線から守りましょう。また汗で流れてムラになってしまうとせっかくの効果が半減するそうよ。塗り直しが面倒、手の汚れが気になる人はスプレーやウェットシートタイプなどもいいわね。頭には帽子はもちろん、通気性も考えハットタイプがおすすめかしら。それと忘れがちなのが目の日焼けでちょっとした油断が大きな代償になるので用心ね。大切な目を紫外線から守るために長時間屋外で過ごす時にはサングラスがお手軽ね。サングラスの隙間から紫外線が入り込むのを考慮して帽子とサングラスを組み合わせるのが理想的よ。最も有効なのが目に隙間なく密着する UV カット機能付きのソフトコンタクトレンズなんだそう。ということで日差し対策についてはこれでバッチリね。これはオアシスの水が悪意道路に流れてしまってるわね。分けて2つの種類に分かれるの。1つ目は泉水オアシス。砂漠の中で水が溜まってできる泉水オアシスはサハラ砂漠にも数多く分布している地下水なの。実はこの干からびた地面の下には水を蓄えた地層である耐水層が広く分布していて、過去数千から数万年にわたって少しずつ降った雨が地中に浸透して巨大な地下水を作ったの。さらに深さが50メートルを超える耐水層もあって、このような地下水をすくい上げ井戸を作っていったわ。泉水オアシスは地下水が分布した地帯の中で主に高度が低い地域に作られ、それはまるでロートの真ん中に地下水が集まるものと考えると理解しやすいわね。低地なので雨がたくさん降ると水位が高くなったり、また日照りが続くと水位が低くなることもあるの。もちろん地下水が多いからといってオアシスは永遠ではなく、着きました。巨大な砂嵐がオアシスを汚染したり完全に覆ってしまったりすることもあるのよ。なん
ーポイントに到着ね。早速見ていきましょう。いかがだったかしら。大自然が作ったオアシスは水という希少な存在に改めて大切にしようと思いますわね。だからオアシスの住民は砂による被害を減らすために郊外にナツメヤシ、トウモロコシ、小麦、ブドウなど樹木を植え育てながら暮らしているわ。あらあら、こんな場所で写真を撮っているのね。次に地下水以外の要因で作られるオアシスよ。それが周辺の山脈の影響で作られる山麓オアシス。雨雲が山脈にぶつかって、それによって大量に降る雨水がその後下の地層を通過して砂漠に流れ込みできるの。もしこういったオアシスがなかったら東西を結ぶシルクロードという交易路は誕生することもなかったでしょうね。以上で解説は終わりよ。おかげさまでもう喉がカラッカラよ。これは主人にいつもの倍の報酬を請求しないといけないわね。ご視聴くださりありがとうございます。次回は環境を更新してできるだけ早く制作していきたいと思います。応援したい方はチャンネル登録、グッドボタンをポチッとしてくれたら嬉しいです。着きました。
バイバイ。